皆さんこんにちは。ありがとうございます。本日はドラマチェイサーゲーム W2 美しき天女たちいつ冬ファンイベント2にお越しいただき誠にありがとうございます。本日司会進行を務めますテレビ東京アナウンサーの藤井優衣です。どうぞよろしくお願いいたします。すごい熱量でお迎えいただきありがとうございます。前回のいつ冬ファンイベントから早1年です。皆様大変お待たせいたしました。この日を心待ちにされてた方も多いかと思います。皆さん心の準備はいいですか？いや、まだまだいけると思うのでもう一回いいですか？皆さん心の準備はいいですか？フラッグを片手に盛り上がる準備いいですか？さあ、それでは登場していただきましょう。本日主役のお二人です。どうぞ。お二人どうぞよろしくお願いいたします。改めてになりますが、まずは自己紹介からお願いします。皆さんこんにちは。春本樹を演じさせていただきました菅井優香です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。を演じさせていただきました中村ゆりかです。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。お二人本日はたくさんの声援届いておりますけれども、これだけたくさんの人がまた1年ぶりに集まることができました。菅井さんいかがですか？はい、もうこの前回のイベントから1年ぶりっていうのも驚くんですけれど、もう放送からちょっと時間経ってもこうしてでたくさん集まっていただいて、ちょっと今感無量というかびっくりしてます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。中村さん、会場上の方まで本当にたくさんの方が来てくださってますね。そうですね。さっき舞台裏で映像あるんですけど、上の方まで皆さん集まっていただいて全体見れてすごく感動してます。ゆっかとも本当久しぶりに今日会ったので、そうなんかちょっとすごいめっちゃ感動してる。ありがとうございます。今日は今日はちょっと撮影時のこととか振り返りながら思い出しながら余韻に浸ってなんか楽しめたらイベントをみんなで楽しめたらなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今お二人が着られているのはドラマ4話の時に着られていたドラマの衣装ですよね。これで走ったよね。走って最後の方なんかハグするみたいなシーン。そう懐かしい。懐かしい、ね、思い出深い衣装です。ドラマの衣装も着ながら今回振り返っていきたいと思います。まずお二人には座っていただきまして、そして今回のいつ冬ファンイベント2のラインナップをご紹介していきたいと思います。こちらです。お二人お座りいただいて大丈夫です。まず1つ目から見ていきましょう。1つ目はいつ冬セレクションベスト3です。シーズン2の中からお二人がお気に入りのシーンを選んでいただきましたベスト3で発表します。そして2つ目はいつ冬ありがとうエピソード。撮影期間中ありがとうと感謝したくなった出来事をそれぞれに教えていただきます。そして3つ目はいつ冬イラストリレー。お二人のイラスト力を試すチャレンジ企画となっています。以心伝心仲の良いお二人ならきっと成功するはずだと信じています。さあ4つ目はいつ冬クエスチョンです。ファンの皆様から質問をお寄せいたしましたのでそちらに回答していただきたいと思います。そして最後はいつ冬ダブルプレゼントです。事前に撮影したサイン入りのチェキを会場の皆様にプレゼントします。チケット半券を自分の番号など確認してお持ちください。さあ盛りだくさんですけれども、お二人気になるコーナーはありますか？塚井さんいかがでしょう？でもイラストリレーがあんま絵に自信なくて大丈夫かなって思ってます。中村さんいかがですか？イラストリレーがちょっと気になります。ちゃんと伝わるのかどうか絵心がなさすぎて力合わせないとね。ね、頑張ろう。読み取る、以心伝心。一心伝心で頑張ります。楽しみにしております。よろしくお願いします。それでは早速参りましょう。まずはこちらのコーナーからです。いつ冬セレクションベスト3。さあチェイサーゲーム W2 の中からここを見てほしいというお気に入りのシーンをお二人に選んでいただき、そのベスト3を紹介していきます。
月と冬の再会であったりだとか2人の過去、そして新たなキャラの登場などもう見どころ満載だったシーズン2でありましたけれども、改めてシーズン2が決まった時のことお二人覚えていますか？決まった時、でもなんか続きがありそうだなっていう予感はしてて、まだなんかいつ冬終われないなっていう気持ちであったから決まった瞬間わ嬉しいって思いました。はい。かさんはいかがでしょう？はい、でも私もこういうシーズン2をやらせていただくっていうのも初めての経験だったので、こんな風に皆さんのお声があってできるこうしてチャレンジさせていただけるものなんだなっていうのをすごく実感してすごく嬉しかったですし、ゆりかちゃんとなんかご飯食べながらなんか次もやれるらしい頑張ろうみたいな話をしたのをすごく覚えてます。そんなシーズン2ですけれども、そんな中からお二人にお気に入りのシーンを選んでいただきました。選ぶのかなり難しかったと思うんですが、悩みました。難しかったです。いいシーンがねたくさんあるからどうしようと思って、絞れなかったけど、でもここかなっていうシーンを何個か絞り出したので楽しみにしててください。わかりました。ではそれぞれが選んだベスト3早速発表していきたいと思います。まずは菅井さんが選んだお気に入りのシーン、第3位はこちらです。見れる。映し出す瞳にはあなたと涙だけ埋めさせて。第3位は自転車で〇〇するシーン。笑い声。やだやだ、私だけヘルメットかぶってんの。笑いが起きてる。なんでかぶらなきゃいけないのって監督に言った気がする。大丈夫？なんとか喧嘩しててもさ笑っちゃう。ありがとうね。来てくれて。当たり前でしょ。心配した。すごい緑の空気が。綺麗ですね。ごめんね。ゆらゆらして。私もごめん。仲直り。第3位は自転車で仲直りをするシーンでした。どうしてこのシーンに選んだんですか？でも冬という月は結構たくさん喧嘩をねしながらもちょっとプンプンしちゃったりしながらもなんか必ずやっぱり仲直りができるっていうのはすごくいい関係性だなって思いましたし、この時は冬がすごいヘルメットかぶってたのがすごく可愛くてだから選んだんでしょ。なんかもう1位ってこれ来た時絶対ヘルメット見せるためにみんなに見せるためにヘルメットにしたの。撮影の時も結構その笑いが起きてましたね。中村さんはこのシーンいかがですか？もう忘れてました。いやでも本当に全然覚えてるんですけど、忘れたって言ってたよね。車が先頭に走ってそのタイミングに合わせて、私たち自転車をそうこうやって走らせなきゃいけないんですけど、そこが難しかった記憶が強いです。なんか通り越しちゃいけない。そう通り越しちゃいけないし、このラインから同じスピードで保ったまま漕いでくださいっていうのがちょっと難しかったなっていう思いがあります。確かに撮影をしながら演技をしながら自転車もってなるとすごく大変ですよね。しかも自転車のシーン結構あっちこっちしてるの、病院から始まってで学校の方まで行くそうシーンもあって、そのつながってるんですよ全部。だから結構大変だった記憶がある。学校のとこもあれで坂道登ってその夜夢とかも一緒になんか全部楽しかったなっていう、難しかったけど、すごくこのなんかストーリーも含めて青春を感じ、大人になってからの青春みたいなのが集まっててすごく好きなシーンでした。さあでは対する中村さんが選んだ第3位はこちらです。私はちゃんと選んだよ。映し出す瞳にはあなたと涙だけ。
調です。ロブ調で笑って私と春元いつきがレズビアンで一緒に暮らしています。ロブちゃんいいシーンですよ。こうして顔を出して声を出しているのは本当のことが言えずに息を潜めて暮らしている人に私たちは味方だって知ってほしいからです。自分のセクシュアリティが原因で嘘をつかなければならなかったり我慢を強いられる世の中はおかしいって一緒に声を出してください。レズビアンに生まれてきてよかったと思える世の中に変えていきましょう。私たちが声を上げればきっと運命は変わる。私はそう信じています。はい、こちらです。第3位に選ばれたのは天の服で記者会見をするシーンでした。結構このごめんなさい。結構なんかチェイサーゲームのダブル2の最後はここに持っていくためのなんか私たちの葛藤の部分がこの前の方のシーンに描かれてて、冬はずっとこれが言いたかったけどなかなかお母さんのこともあったり、あと月ちゃんのお母さん周りのことだったりとか友達の周りだったりとかでずっと言えなかった壁がここでやっと解放されたっていうシーンで私はすごく印象に残ってて、本当は1位にしたかったぐらいなんですけど、はい、これがはいイエス物語としてもこう大きな一歩になるシーンでしたよそうね。なんですよ。そうなの。そうね、横で見ていても、やっぱりその自分たちのことをそのね皆様の前で言うっていうのはすごく勇気のいるシーンだったと思うんですけれど、それを冬が頑張って言ってくれる姿っていうのにいつきもすごく勇気づけられたシーンでした。ただ皆さんロブ長が出てきた時には笑いが出てくるよね。こうシリアスなシーンながら。いやそうですね、会いたいな。久しぶりにやっぱりオーラがすごいですね。だってロブ長は冬のこと好きだったでしょ。だってで好きだったんだ。なんかあんな距離近くないはずで、私がいつきの方にこうやってヒューって言ったからちょっとそれはないんじゃないのみたいな感じでロブ長の戦いがロブ長もね可愛らしいよね。ね可愛いよね。そう思うと素敵なキャラクターでした。シリアスの中にもねコミカルなシーンもあったりしましたけれども、さあ続いては菅井さんが選んだお気に入りのシーン第2位はこちらです。映し出す瞳にはなんかいろいろあるよふと。いろいろあったけどな。そうこれあれか月起きてたんだ。ヤルム素敵な人だね。私が憧れた人だからね。今日2人でどっか行かない？月ちゃんは？今夜までコウさんが見てくれてる。そうなんだ。どこ行く？じゃあ2人で行きたい場所書こうよ。もういいね。紙あったっけな。いいじゃん。ある？あったあった。懐かしい。買いに書くか。はい、ありがとう。なんか自然な流れでできたよね。なんかいろいろあるんだよね。ねえ、どうしようかね。あ、分かった。決めた？決めた？お、私がなんか書いちゃったんだ。そうね。わかります皆さん。早い。書いちゃったんだよ。せーので見せよう。書いてたね。せーの。うわ、一緒だ。いい。ね、これいつき。その紙3本しかない。ごめん。ほら行くよ。行かなかった。準備しよう。はい、せーの。早い。これだけ3本。そう。第2位は
がふとね行きたいところを紙に書いて発表するシーンでした。なんかそうですね、やっぱり2人のこれも仲直りの後で行きたいところが2人とも出会った大学一緒だっていうのも思いが通じてるところがすごく素敵だなって思いましたし、あの紙もみんな2人とも自分でねあの場で書いて、でその後起こしてもらったりするとことかも全部あの場で生まれたことで、なんかそれがすごく2人にとって何気ないことかもしれないけどすごく幸せな思い出としてなんか私の中にも残ったシーンでした。素敵。でなんか変な五木の絵描いてるなんかよくそのふざけてね顔絵文字みたいなのを描くときにいつも私描くのが丸にちょんちょんって頭3本毛を作るんですけど、よくそれを自然に描いちゃってそうこれ五木って言っちゃったの。髪の毛3本だったのね、ひどいね、団長、そういう意味じゃないんだけどさ、なんかいつもの流れで、そう自分の中では可愛いキャラクターとして生まれたんだけど、でも可愛かったです。そのまま映ってたね。ちょっとふざけたつもり。でもその付箋に描かれたイラストであったり起こすシーンもその場で生まれたものだったという話ありましたけれども、そういったアドリブっていうのも多かったんですか、撮影の中で。監督が自由にねそういうところも生かして撮ってくださる方だったので、自然とね生まれたところは何個かあるかもしれないです。あるよね。でも本当自然すぎて、でも大学シーンとか特に結構ナチュラルになんかできた気がする。なんか想像でもあるんですけど、パフェのシーンとかね、あとお買い物のシーンとかも結構自然になんか空気が作れた気がして、撮影秘話も聞けたところで、続いては中村さんが選んだ第2位はこちらです。なんだっけ映し出す瞳にはあなたと涙だけ。林月ちゃんのご家族よりお話があるそうです。改めまして本日はお集まりいただきありがとうございます。皆様にお伝えしたいことがあります。私たちの関係ですが、本当はいとこではなく同性カップルです。嘘をついて申し訳ありませんでした。私たちが原因で子供がいじめられたりしないか、ずっとそれが心配で嘘の関係を皆様に伝えてきました。でも本当に伝えなければならないのは真実だと気づきました。私たちは同性愛者ですが、皆様と同じで子供やパートナーを愛しています。何も変わりありません。同じ社会の一員として一緒に暮らしていきたいだけなんです。すごい緊張感のあるシーンだったんですけど、そう樹が勇気を振り絞ってなんかちょっとモヤモヤってしてたことをここで発散するっていう、ちゃんと言い切るっていう姿すごく感銘を受けてかっこよかったなって思いました。ありがとうございます。演じてみて菅井さんはこのシーンいかがでしたか？そうですね。なんか私たち2人の関係性だけじゃなく、月ちゃんも一緒に生きていきたいという中で、なんかありのままで生きていける世界を月ちゃんにも歩んでもらいたいなと思ったら、やっぱりここで冬と月ちゃんのためにも自分が勇気を出そうというふうに思えたところだったので、すごく緊張したんですけれど、なんかすごく意味のある大事なシーンになったなと思って、私の中でもすごく残ってますね。
2位と3位選ばれたのがこう樹と冬がそれぞれこう大きく一歩を踏み出す、そんなシーンでしたね。そうですね。でもどれも1位に当てはまる私の中では印象深いシーンだったんですけど、ちょっとどっちもできなかったから3位2位にしました。ありがとうございます、さてそれではいよいよ菅井さんが選んだお気に入りのシーン第1位がこちらです。なんだ映し出す瞳にはあなたと涙こんな感じこれ。だいぶ前だもんね。難しい。ごめんね。ここ好きなんだよね。大丈夫です。いや、あれの方だったのにね。びっくり、急に降ってきて。大丈夫。このバスタオル新しいから。新しいのとか気にしてない。びっちゃびちゃ。引かないといいけど。この辺も全部アドリブだよね。そうだね。懐かしい。笑いが起きてる。ときめいてるの。濡れ髪でちょっとやられちゃって。風邪ひいちゃうからね。視聴者目線で手伝って。ありがとう。やりおるな。冬のことが好き。寝てる？本当にでもこの時眠そうだったんです。そう、ドライヤーが一番眠くなる。起きた。なんか言った？何も言ってないよ。絶対聞こえてるよね。どっちなんだろうと思ってたの。リーは聞こえて聞こえてないって言ってるのか。聞こえてないふりをしてもいいかなって思った。聞こえてるけど、でも聞こえてないふりしてた方がなんか樹的にもちょっと安心するのかなって思ってあの表情って感じ。なるほど。聞こえててね。大きな歓声も上がっていた、告白のシーンですけれども、改めてなぜこのシーンを1位に、なんかいろいろ甘酸っぱいシーンが今回たくさんあったんですけれど、ここは聞いてる。ここはでも本当に2人のもう惚れちゃうシーンだったので、その長い恋愛の中でも樹が冬にもうほっと惚れちゃうところ、そこから好きって伝えちゃってる。これからいろんな困難があるけど、でもそんなことも分からずに純粋にただその思いをちょっと言っちゃうっていうところがすごく甘くて好きでした。そのリアクションも含めて、どっちなんだろう、聞こえてるのか聞こえてないのかなっていうのも含めてすごくドキドキした思い出のシーンでした。シーズン1では分からなかったところがシーズン2でより見えてくるようなシーンでしたよね。そうですね。でも撮影の時はドライヤーの音を消してやってたので、なんかすごくちょっといろんな意味でドキドキしたというか、ね、それも含めて楽しかったなって思ってます。楽しかったです。楽しかった。さあでは続いて中村さんが選んだ第1位のシーンはこちらです。はい。映し出す瞳にはまた同じ大学時代だ。一緒かな。一緒か。可愛いね。違かった。何がいいかな。可愛いの似合いそう。本当？緑であんまり合わない。似合うかな。絶対似合う。何？黒どれがいいかな。可愛い。可愛い。やっぱいいと思った。全部可愛い。でもさ、何でも似合う。可愛いのバリエーション。それも可愛い。じゃん。めっちゃ可愛い。ここ。ちょっと派手すぎない？ちょっと派手だよね。全然参考にならない。これでデートできたらびっくりするよね。可愛いんだもん。いいよ。ピンクも似合う。似合う。ちょろ。そういうちょろい。
のぼのしたシーンが好きです。最終話のエンディングにもこのメイキング使われていたのを記憶してるんですけれども、何しろこの和やかな雰囲気がすごくイメージに残っていますが。そうなんですよ。なんかやっぱ大学今回シーズン2が大学時代の描写が本当に多くて、なんかそうドラマの中で大学シーンとか回想シーンとかあってこんなに多く使わないんですけど結構多かったんだよね。回想がたくさんあったの。そうで現在とかって組み合わせてリンクさせてっていうのが本当に印象深かったなって。回想シーンが多かったからこそその現代でのなんか物語がすごく深くなってっていいなんかドラマができたかなっていうふうに思いました。菅井さんの可愛いのレパートリーもレパートリー多かった。早朝だったんですよこのシーンが。で本当可愛いっていうのでだんだん目が覚めてきて、冬が着替えてる時にどんなので次来るのかなとか思いながらでその可愛いをいろいろな種類やってたら監督がなんかいいねみたいな、なんかもっといろんなのをなんかでよろしくみたいな感じでよろしくいろんなのでよろしくそれで自分の中にある可愛いそう見て思った可愛いいろいろ試してみたシーンでした。楽しかった。楽しかったよね。シリアスなシーンから可愛らしい和やかなシーンまでたくさんでしたけれども、改めてお二人のお気に入りのシーンぜひブルーレイであったりだとか DVD で何度でもお楽しみください。以上ここまでいつ冬セレクションベスト3でした。さて続いては撮影期間中のほっこりエピソードを教えてもらいます。題していつ冬ありがとうエピソード。ドラマの中でも特に印象的なワードありがとうという言葉がありましたけれども、いつきも冬も何度も口にしていましたよね。ということでこのコーナーでは撮影期間中相手に対してありがとうと言いたくなった感謝したい出来事を教えていただこうと思います。ではまずは中村さんから菅井さんへのありがとうはこちらです。はい、いつも優しい笑顔ありがとう。嬉しいです。そうなんです。本当に現場中どんなに疲れてても笑顔を絶やさなくて、なんか癒しのある笑顔をやっぱ与えてくれるから、みんなスタッフさんも私ももう本当にいい空気をこうやってもらってました。こちらこそ嬉しい。事前にお二人にアンケートにお答えいただいていたんですけれども、おせんべいの差し入れをしてくれて現場への愛もありがとうというふうに書かれていましたけど、こちらはクランクアップの日とかですかね。結構やっぱ立て続けに撮影も続いてて準備する時間もなかっただろうに、なんか本当に遅くまででしたよね。静岡かどこかの遠かった場所で夜終わりましたのタイミングでこうやってささささって可愛いイラストのなんていうんですか、ワンコのそうプリントされてるおせんべいをスタッフさん用とか皆さん用にこうやって用意してくださって、すごく本当に配慮というか気が使えるすごく素敵な方なんだなっていうふうに思いました。嬉しいです。照れますね。さあでは続いて菅井さんから中村さんへのありがとうです。いつも現場で笑わせてくれてありがとう。なんか笑えるようなことあったかな。ヘルメットもでもゆりかちゃん本当に本当にいろんなスタッフさんとかとも仲良くたくさんお話できて、すごくゆりかちゃんがいて現場がまた和やかになってありがたいなって思ってましたし、なんかすごく疲れてる現場でも一生懸命というかいい雰囲気で進めさせてくれて、私もちょっとどうしても眠くなっちゃった時とかあったんだけど、ゆりかちゃんのなんか一言ですごく面白くて目が覚めたりとかそういうことがたくさんあってありがたかったし、あとなんか
喉乾いてる時に、パーッとね私が飲みたいって言ったなんかものとかをじゃあ私買ってくるよって言ってちょうど空きの時間とかに差し入れでクッキーとか飲み物買ってきてくれて渡してくれたりとか、そういう気遣いにすごく救われて本当にずっとお礼をね彼に言いたいなって思ってました。めっちゃいいことすごいいい感じ大きく言ってくれてない本当ありがとう本当にありがとうって。じゃあ次、はい、ありがとう。飲み乾杯でもそのお互いがこう笑顔ありがとうであったりだとか笑わせてくれてありがとう、とにかく本当現場で笑顔というか和やかで優しい雰囲気だったんだなっていうのがすごく伝わってきますね。おかげさまでスタッフの皆さんもすごいね明るくていつも絶対大変なのに朝からすごい声出して元気づけてくださってて、いやなんていい現場なんだろうっていつも感謝してました。さあそしてですね、さらに中村さんは月ちゃんを演じた秋山香菜さんにこんなありがとうがありました。こちらです。いつもお手紙とお菓子をありがとう。どこにいるかなこれはどういうことなんですか？結構本当にでも月ちゃんもう初めて会った時は5歳とかでしたかね、今は6歳になったって聞いたんですけど、もうその前会った時から変わらなくて、いつもお手紙とお菓子を添えて「よろしくお願いします」っていつきにも冬にもあとスタッフさんとかにもそうなんです、駆けつけてこうやって可愛く渡してくれる。絵もまた可愛いんですよね。そうなんだよね。絵も描いてくれて、大人になったらどんな大人になっちゃうんだろうって思うくらいそのまま大人になってもらいたいなっていうね、勝手に親心みたいなね。めちゃくちゃ本当にお母様の教えなのかなって、お母様も素敵なんですよ。本当に素敵。本当に明るくてね。内から溢れるなんかパワーみたいなのが、なんか黄色いパワーみたいなのがすごい見える。別にパウンとね。カメラが回ってない時間もこう一緒に過ごす時間とかは多かったんですか？割と支度の時間の時とかは隣になんかもう支度終わってるのにいてくれてたりとか、結構あざといよね。なんかあざとかわいい。持ってかれます。すごい。足にぴったりくっついてたりとかね、ゆりかちゃんもね。そうなんです。可愛くて本当に私から見ると親子に見えちゃうぐらいなんか顔も似てるなって思うんですよね。だからそのセットがまたこれまた可愛いなって嬉しい。お母さん役初めてだったので、そうなんですよ。なのでなんかこれで合ってるのかなとか、大丈夫かな、うざくないかなとか思いながらうざくないかなって思ってたんだ。大丈夫かなと。でも同じテンションで同じ目線になって会話したりとか遊んだりとかしましたね。ただ覚えてるのが月ちゃん、お弁当をくれたんですよ。おままごとがあって、お姉ちゃんちょっとこれあげるってお弁当持ってきてくれて、おもちゃのやつ全部野菜だったんです。お肉とかないみたいな。ヘルシーなお弁当。ちょっとお肉1つか2つ欲しかったなって思いながら。そんな可愛い一面もあったりして、一緒に遊んだりとかしました。そして菅井さんはドラマのスタッフさんに対してこんなありがとうが届いてます。こちらです。プールに飛び込んでくれてありがとう。思わず会場も笑いが包まれましたけれども、途中の写真。はい、これプールに飛び込むシーンが後の皆さん覚えてくださってますか？どうだろう。覚えてください。その時に先にねスタッフの方が飛んでくださって、お手本を見せてくださったんですよ。自らもうびちょびちょになりながらね
飛び込んでください。ちゃんと冬と五木になって「おー」とか言ってしかも1回だけじゃないんだよね。何回もあ、1回だけじゃないんですね。何回もなんか、テストとかでやってくださったりして、こういう風にやるんだよって言ってくれてたのに、私たちがもう面白がりすぎちゃってふざけちゃって見てなかった瞬間あったんですよ。そしたら「ちょっと見て」みたいな危うく怒られそうにそうです。ちょっとそれが、面白かったんですよ、そのスタッフさんのお手本が。だからちょっと笑いが止まらなくなっちゃって、ちょっと申し訳なかったなって思いましちょっとね、ダメだよね、おふざけしすぎて。た。ちゃんとね、もう自ら飛び込んでいただいて、結構寒かったです、この日も。なんか山の方だったから、夜とかもだんだん冷え込んじゃって、懐かしい。絶対寒かっただろうなって思うんですけどね。本当ありがたい。ありがたかったです。ありがとうございます。スタッフさんの愛あって素敵なもう今回のねイベントのポスターにもなっています。このプールのシーンができてますよね。ありがとうございます。それでは今日たくさんのファンいらっしゃってますので、せっかくですからここでお二人からファンの皆さんにありがとうを伝えていただけたらなというふうに思うんですけれども、はい。では菅井さんからいファンの皆さんへありがとうお願いします。いっぱいあるけど、皆さん声枯れちゃって嬉しい。チェイサーゲームダブル2愛してくれてありがとう。大好き大好きだよ。ありがとう。嬉しい。愛してる。嬉しい。ありがとう。中村さんもお願いします。確かにいっぱいあるな。でもそうですね、皆さんいつもドラマ見てくれて応援してくれてありがとうございます。あと動画も作ってくれたり編集してなんか独自のオリジナルの動画作ってくれてるのいつも見てます。本当にありがとうございます。愛を感じてるのでこれからも引き続きなんか一緒になって応援してくれると嬉しいです。お願いします。イエーイイエーイ。ありがとうございました。それではここでありがとうエピソードを終わりとさせていただきます。さあそれではここで突然ではありますけれども、お二人が心配されていましたがイラストのコーナーに参りたいと思います。先ほどお二人ともあまり得意ではないというのお話でしたけれども、絵心どうですか？いやまあ伝わればいいかなみたいな感じ。そうですね。あまり自信はない。うまい下手かはちょっともう置いといて。置いといて。気持ちがね伝わったらね、いいよね。そうね。ゲームだから。ゲームね、頑張ろう。チャレンジ企画参りましょう。こちらです。いつ冬イラストリレー。お題を絵で描いていただいて、それを見た人がまた絵を描いてイラストでリレーをつないでいくような企画なんですけれども、2人だとちょっとリレーが少ないので今回特別ゲストお呼びしております。どうぞ。おいでそれでは自己紹介をお願いします。林月代子を演じた秋山かなです。よろしくお願いします。ありがとうございます。かなちゃん来てくれてありがとう。それではお二人の間に移動お願いします。おいでもう思わず会場もメロメロになってますけれども、かわいい。可愛すぎる。よしよし頑張ろう。この3人でですね、今回はイラストリレーに挑戦していただきたいと思います。かなちゃんは現場とかでよくお絵描きしてたことあるんですか？結構してます。お絵描きうまいです。シチューの絵とかも前描いてくれたもんね。上手です。ということは自信はありますか？ありますか？かなちゃん自信のほどはどうですか？いける？いきます。よっしゃー。それではこの3人でイラストリレーに挑戦していただきたいと思います。改めてルールを説明します。お題を見た1人目がイラストを描いて、2人目がそのイラストを見て答えを予想してまたイラストを描いていただきます。
同じように3人目は2人目が描いたイラストを見て答えを予想してイラストを描き、最後に回答とさせていただきます。最初のお題と最後描いたイラストが合っていれば正解とさせていただきます。今回順番はトップバッターがかなちゃん、そして2人目が中村さん、そして最後菅井さんにバトンが移る形です。はい。さあそれではまず最初にこちらお題をかなちゃんにお伝えしたいと思います。ちょっとお二人はですね目を閉じていただいて真ん中にいますのでどうしても見えちゃうかもしれません、こっそり見せます。 OK よし、お二人目を開けていただいて大丈夫です。会場の皆さんも一緒にお考えください。そしてですね、真ん中にいるかなちゃんが描いている時、お二人おそらく見えてしまうかもしれないんですが、できるだけ見ないように皆さんの方向いて、皆さんのとこ見て、はい、お願いいたします。見ないよ。言葉で伝えるのは NG、 あくまでも絵だけでお願いします。さあそれではかなちゃんよろしくお願いします。はい、描いちゃってください。頑張れ。さあかなちゃんが今一生懸命描いてくれているところですけれども、かなんだろう。なちゃん撮影現場でどんな子でしたか？先ほども少しずっと一緒にいるっていうふうな話もありましたけれども、いやでもすごい本当に可愛らしいんですけど、本番になるとなんかすごくスイッチが入るというか、すごく大事なセリフのところとかも一回も間違えずに、パッと本番で力を出せるのがすごいなって思ってました。確かにセリフ間違えたとこ見たことないです、あんまり。そう小学校の年齢の時こんなしっかりしてなかったなって思いますもん。だって私すごい噛むし、すごい間違えるのに、そうなんか見習わないとって月ちゃんに思った。たくさん練習されて、なんか努力されてこの現場になってるんだろうなっていうのを感じてね、その姿勢に私も感銘を受けて、私も頑張ろうっていつも思ってました。あとさ、幼稚園の保育園か幼稚園のところでさ、あのシーンあったじゃん、お母さん同士のシーン。の時にあの後に子供たちが入ってくるんですよ。そうでそれぞれのお母さんのところに駆け寄るんですけど、めっちゃ盛大に転んでそれがまた可愛くて、でも泣かないでね。そう、転んでも絶対泣かないからごめんね、恥ずかしかった。ごめん言っちゃダメだっためっちゃ鼻で笑ってる大人の対応今日かなちゃんに会うのはお二人久しぶりですか？私は本当クランクアップの時ぶりです。写真ではね見てたけど、なんか一回誕生日イベントをやったことがあって、その時に応援しに来てくれました。はい、お母様と一緒にめっちゃ心強い応援団で頑張りました。可愛い。着々と絵は進んでいるところでありますけれども、なんかうまそうな気がする。色いっぱいいろんな色を使ってね、いろんな色で描いてくれて、こだわってるよね。こだわってますね。今日会場にはたくさんうちわであったりだとかボードだったりだとか、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。すごい見えます。ペンライトもありがとう。上の方までね、たくさん入ってらっしゃる。すごいよく作れるのすごい。ありがとうございます。馬とか猫とか。うわー、なんか可愛い。ナナもいる。リング、そうリングライト初めて作ったんですよ。本当だ。そう指につけるやつ。指につけるタイプ。おしゃれだね。可愛い。なんか指輪みたい、いろんな色つけられて。そう自分で好きなの選べるの？そう、自分で好きな色をやってできるの。さあではかなちゃんから OK ポーズが出ましたので、そのお題を中村さんに見せていただきます。菅井さんは見ないようにちょっと目を閉じていただいて、じゃん。うまいんだけど。可愛いイラストですけど伝わりますかね。制限時間は残り5秒です。4、3、2、1。少なくない？
じゃあかなちゃんそれの絵を伏せていただいて見えないようにしまってください。さあそれでは菅井さんも目を開けていただいて大丈夫です。なんでそんな笑ってるの？会場が思わず笑いに包まれていますが、それでは中村さん描いてください。お願いします。考えすぎ？なんかうますぎて読み取れないんだけど逆に。なんだろこれヒントとかダメなんですか？ヒントは難しいですね。ちょっと絵から読み取っていただいて。なんかいたよ。なんか2人いたよ。なんか2人？頑張って絵の方で表していただけたらどういうことだろう？ぜひ絵で。分かってないけどそのまま描いたらいいのかな。難しそう。なんだろう。頑張って。中村さんが描いている間にお話また伺っていきたいと思うんですけれども、かなちゃん、菅井さんはどんなお姉さんでしたか？可愛くていつもニコニコしてて、あといつもおやつくれました。ありがとう。嬉しい。おやつくれるって。私いつもおやつもらってました。月ちゃんから。いや嬉しいですね。なんかいつもお手紙にいつもありがとう大好きみたいなイラスト付きで冬といつきの2人のイラストとかハートを白と黒にしてで絵を描いてお手紙をくれたりとかして、なんかそれがすごく嬉しくて台本の一番後ろのページに入れてます今も。お手紙だとかお菓子の交換だとかはよくしてたの？かなちゃん。してました。かわいい。かわいいね。かなちゃんはいつもどうやってセリフを覚えたりしてたんですか？ママとはいつも覚えてます。ママと。まだちょっと漢字が覚えるのが苦手だから、ママがやってくれたのをそれを聞いてます。ああ、そうか、ママとの練習のねペアなんですね。すごい。先ほどねセリフを噛んでるシーンを全然思い出せなかったっていう風なお話をお二人がされてたぐらい完璧。すごいですね。たまにパパも迎えに来てくださったりとかして、ご家族みんなでなんかかなちゃんを応援されてるんだなっていう、すごい素敵な家族だなっていつも思いますね。でも今回このイベントが行われる前のリハーサルの時ももう皆さん3人でずっとお話しされているのがとっても微笑ましかったんですけれど。そうです。久しぶりだったんで嬉しくて。でもなんか小学校にも入学されたということで、なんかまたこうしてちょっとずつ大きくなっていくんだなっていうね、成長が楽しみです。本当そうですね。髪もちょっと伸びましたし。髪の毛も確かに伸びて、ちょっと伸びてね。くるくる。綺麗な髪の毛だね本当に。ハスキーになってきました。すいません。声が。ありがとうございます。今カップす。あ、そっか、見ちゃう。そうだね。見ちゃダメ。見ちゃダメだよって。もう本当にお二人がにこやかに話されてるところ、中村さんが本当に真剣な表情で出来上がりましたか？すいません、お待たせしました。それでは中村さんが描いた絵、菅井さんに見せていただきたいと思います。どうぞ。何これ？ぜひ皆さんにも。違う？可愛いけどというようななんかクエスチョンマークが出てますけれど。さあでは今の絵を読み取って菅井さんお描きください。でもこれはこれですもんね。かわいい。それでは中村さんが描いたイラストを読み取って菅井さんお描きください。先ほど菅井さんのお話も聞いてましたけれども、なんで2人いるの？なんで2人いるの？じゃあなんで一人なの？これ何のゲ
ゲームだっけ？イラストゲーム、イラストリレー。しりとりみたいな。いやもしかするとちょっとルールが菅井さんはそのままお書きください。お一人目が書いたお題を読み取ってそのまま書くだったんですけれども、もしかしたらちょっとルールの方が一人じゃないよ、二人だよ。二人だよね。何これじゃあ。ちょっと結果発表が気になるところですね。これはどういうこと？かなちゃん、いやそりゃそうだよね。かなちゃんにとって中村さん、ゆりかさんはどんなお姉さんでしたか？優しくて可愛くてよく寝る人でよく寝てたね、確かにね。思わずな声がずっと出て間違いじゃない。合ってます。大正解。大正解。大正解です。ね。幼稚園の頃のシーンとかで寝ちゃうし見ちゃって全部見られてるんですもん。見られてる。そうなんです。あ、菅井さん出来上がりましたか？あ、それでは正解発表参りましょうか。菅井さんが書かれたのは何ですか？雪だるま。雪だるま。ではちょっと戻っていきましょうか。中村さんが書かれたのは何ですか？中村さんが書いたのはあれ、こちらは雪だるま。違うね、ごめんね。それではかなちゃんが書いたのはこちらです。どうぞ。お友達それはですね、お題はお友達。なんでここからこうなるの？完全な大ミスです。しりとりのようにつながっていくという風な認識だっそったちになっちゃいました。そうしてなっちゃった。これが何だと思ってこうなったの？いつきと冬で、ゆつきと冬で雪だるま。なるほど。そういうことね、お友か。達か。僕はもう一回やっちゃダメですか？もう一回やりましょうか。せっかくなんでお題ももう一つありますので、もう一回ですか？ちょっともう一回挑戦しましょう。時間もせっかくあるので、次のページにめくっていただいて。じゃ先ほどと同じようにお二人はちょっと目をつぶっていただいて見ないようにお願いします。かなちゃんにだけ見せます。わかるかな？ OK。よし。さあ、それではお二人目開けていただいて大丈夫です。さあ、ではかなちゃん書いてみてください。お願いします。見ちゃダメだもんな。ダメだもんな。基本的にはかなちゃんが描いたのをそのままずっと同じ絵を描いていくというようなルールですね。同じや。ダメだよね。ごめんね。今日怒られてばっかりだ。今日ずっと怒られてる。そう、服に蜂蜜みたいなの落としちゃったりとかして。そうとか、このイヤリング、これ今つけてるイヤリング、今ね、ゆっかと一緒のお揃いなんだけど、これもここに到着してからもう6階の控室に置いてきちゃったりとか。でスタッフさんがね。そう、5分前ぐらいとかに本当ごめんなさいってごめんなさいってゆりかそういうとこあるからな。ね、言われてた。ね、変わんないよなみたいな。さあ、かなちゃんは黙々と手を進めてくれています。上手でしたね。でもさっきのねえ、あのままお友描けばいいの達に。ということで絵を描いてくれていま描けばよした。かったのか。あ、準備できた。おありがとうございます。じゃあちょっと菅井さん目つぶっていただいて、絵を見ててください。任せんしゃい。おお、任せなさいよ。皆さんもわかりましたかね。さあ、それでは中村さんお書きください。菅井さん目開けていただいて大丈夫です。はい、あ、見てるね。見ないようにかなちゃんしっかりガードしてくれてます。さて、しっかりと続いては成功できるのかどうか。
本当。どうだろう。いるかな。かなちゃん、今回描いた絵の自信はどうですか？上手に描けましたか？まあ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 。でも控室でも絵描く練習してたよね。ねえ。今回イラストリレーのゲストでかなちゃん来てくれるということで、裏でちゃんと伝わるかなというふうに絵の練習をずっとしてくれてました。偉いですね。ありがとうね。あんま見ないように。カンニングはしないようにお願いします。見ちゃダメ。見たら分かっちゃう。すごい真剣にゆりかちゃんがすごい真剣に描いていますが。もう間違えないからね。お、今回は自信満々ですね。自信満々ですもん。これもひどい間違いだ。ね、簡単だよね。はい、できました。では見せていただきましょう。どうぞ。おお。わかった。みんなで見たやつじゃない？さあでは菅井さんお書きください。すごい。ね、あれだよね。みんなでさ、やったよね。やったし、やったし。見たし、見たよね。見た気がする。映像ね。記憶喪失。記憶喪失。あん時に撮っ撮ったよね。た。あん時に撮っあの時ね。懐かしい。表現が可愛い。見ちゃいけないんだっけ？でもいいのかな。これはいいのかどうなんだろう。最後はもういいのかな。なんか独特な。あれ独特かもしれない。できました。あ、できました。では菅井さん見せてください。じゃこれはね、前みんなでやったやつ。さあそれではリレーを戻していきましょう。中村さんもう一度見せていただけますか。はい。うまい。そしてかなちゃんははい、ということで正解は花火でした。間違いしっかりとリレーつながりましたね。バッチリリレー成功です。こういうことです。こういうことでした。かなちゃんやってみてどうでした？楽しかったです。楽しかった？またやりたいです。もう一回やる？ちょっとお時間があるんですけど、中村さんいかがでしたか？無事リレー成功しました。そうですね。なんか一回ちょっと間違えたけど、なんか何だったんだあの真剣に書いた時間はって思って。でもありがとうございますお二人が話されている間に中村さんが描く絵がすごく真剣に描かれている表情に皆さん時々ね笑いまくってましたけど。無駄な真剣の時間だったいやでもイラストもとっても素敵でした。菅井さんいかがでしたか？いやもうこのみんなの息が合うということが分かってもらえたんじゃないかなと思います。成功してよかったです。ありがとうございます。改めてここまでとなってしまうんですけれども、月ちゃん今日はありがとうございました。さあということで月を演じた秋山かなちゃんと一緒にイラストリレーをお届けしました。かなちゃんありがとうございました。ありがとう。バイバイ。バイバイ。もう一番しっかりしてて、本当天使だ。天使頼もしい。ね。でも可愛かったです。さあそれではここからはですね、ファンの皆さんから募集した質問に答えていただきたいと思います。こちらです。いつ冬クエスチョン。さあということでまずはこんな質問が届いています。こちらです。もともと台本にはなかったアドリブシーンやセリフはありましたか？もしあれば印象に残っているアドリブシーン教えていただきたいですとのことですけれど、先ほども自然な雰囲気で撮ることも多かったなんてエピソード出てきましたけれども、何かこのシーン印象に残っているであったりとか、このセリフ偶然できたななんてことありましたか？あんなけね。あでも私が覚えてるのはエレベーターでなんだっけバールでこじ開けるシーンがあったんですけどその時に警備員さんが
て注意されちゃって、その後冬がなんかちょっとなんかごまかすんです。ごまかして帰ってっちゃうみたいなところがあって、それがあの場で生まれたなんかお笑いというかなんかちょっとリアクションだったよね。初めて出すなんかコメディの要素だった気がする。なんかすごいなんて言うんだろう、ちょっと距離置いてたシーンだったじゃん、ね。そうだね。多分私が好きなのは冬だけとか言ってね。それなのに私が冬がちょっとなんか意地を張ってちょっとなんかあんまり素直になれなかったりとかする、よくあるんですけど、冬にああいうシーンの時にちょっと出す間抜けななんか瞬間みたいなそうちょっとね、面白かった気がするあれは。中村さん、何かアドリブシーンで印象に残っていることありますか？アドリブシーンで印象に残ってるところ、あれってストローがヘヌヘヌになるのってシーズン2だっけ？あれはんじゃないかな。なんか逆にも覚えてるっていう。噛んじゃうやつね。そう、感じだった。あれも確かに印象的だったな。でもなんか大学時代のパフェのシーンとか、パフェ初めてカフェに行って初めてカフェに行っていくシーンとか、ちょっとなんかいつきに初めておすすめしてもらった感じのちょっと緊張しながらお店に入る瞬間、ここ美味しいんだよみたいな。で美味しいんだって思いながら何回も行ったことある、何度も撮ったことのあるシーンなのにシーズン2でね初めてかのような気持ちを作らなきゃいけなかったから、そこが印象的でしたね。いっぱい着替えて撮ったよね。何年後じゃないか、何ヶ月後みたいな。いっぱい着替えたね。では続いての質問、こちらです。それぞれご自身の役に対して共感できる部分と共感できない部分があれば教えてください。私は結構共感できることが多くて、すごくちょっと優柔不断だったり、例えばヨルムとかにはっきり言えずちょっと流されてしまうところがあったりとか、そういう部分もなんか監督に、そういう気持ちを聞いた時に、人間そんなみんな聖人君子じゃなくて間違いを犯して生きていくものだみたいなことを言っていただいて、確かになって思いながらそんな弱い部分を持ちながらもなんか頑張ってね、世間とかあと冬を守りたいっていう気持ちで歩んでいくとことか、すごく共感、読みながらも共感しました。あと一期の大学時代のお部屋が出てくるんですけど、そこの時に自分が本当に家に置いてるクマのオブジェみたいな置物と全く同じゴミ箱があってでそれでこれ私に見つかってなんかそこでもなんかつながってる感じがして、なんかすごい一期と出会えたのもちょっと運命的なものを感じるななんて思いました。偶然その似たモチーフのものがあったんですね。本当全く一緒なんですよ。人からいただいたクマさんと自分で買ったゴミ箱で買ったばっかりだったから、あれここにあるって思って、びっくりしました。見覚えのあるものが。そう、あれこれ自分の家じゃないよねとか思いながら。言ってた。嬉しかったです。中村さんいかがですか？共感できる部分、そしてここはちょっとキャラクター個性だなって思う部分。なんかでも冬結構私やりやすかったっていうのが正直あって、そんなになんか難しいなって思う瞬間が本当になかったんですよ。特に好きな人に対しては甘える部分とかは素に近い感じでできた気がするし、ただ月がヨルムとなんかイチャイチャしてるところとかは冬は嫉妬するんですけど、とか連絡返ってこない時とかをなんかすごい気にしてバーってなんかメンヘラみたいな重たいなんかそう追いラインみたいなのをすごい連絡したりとかして怒ったりとかするところは私は違かったりとかして、
あんまそういうことしないタイプ？追いラインしたら嫌われちゃうと思ってしないですね。そう、一回して帰ってこなかったらそのまま自分からやらない。で、なんか休養じゃなければ、休養だったら何かあったのかなと思って電話してみるけど、そうじゃなければなんかあんまり梅雨みたいにバーって送るようなことはしないかなみたいな。なるほど、そこが違うんだ。そこだけかなって思います。演じる役柄は恋愛要素が多いですけれども、菅井さんは逆に恋愛の部分で五木に共感できるところと、逆にここは五木ならではかなって思うところですか？なんだろう、そんななんか五木って結構なんか自分からすごいチューしたりとか腕とかにすごいやってる、あそこのシーンとかはすごい緊張しましたね。ね、そんな、ね、自分からするなんてみたいな、あんまりなんかこれでいいのかなみたいな、そういうところでちょっと自分は五木だよって思ってやってたけど、なんかちょっと我に返ると、あ、これは恥ずかしい思うところも思いまあったりと。した。その積極的なところはすごいなって思いました。確かに意外とね、意外になんかね、グイグイね、グイグイ系女子、メンヘラ女子とグイグイ系女子チャンスを逃さない。チャンスを逃さない。さて、どんどん質問参りましょう。続いてこちらです。五木は白、冬は黒、ノブチョウは赤ですが、ゆいかちゃんはご自身を何色だと思いますか？というような質問届いていますけれども。ロブチョウちゃんと。何色だろう。何色だろう。でも役のあれですよね。今日水色のペンライトってことは、ゆっかの色が水色ってこと？そうグループ時代とかから水色をペンライトにしていただいて、今回のユッカーズのグッズ、カプセルトイとかやってくださって、鉢巻きとかありがとうございます。かわいい。グッズ水色で揃えていて、水色と白で好きで、嬉しいです。そうなんか前もらったステッカーとかも水色だった気がして、ってなると水色なのかなって思います。確かに私は昔から結構水色好きで、ね、キャラクターとかも水色系のキャラクターが好きになることが多かったりして、それで好きな色なので、勝手に水色だと思ってます。ゆいかちゃんでもパープルとかのイメージもあるけどね。パープル好きなんですよね。なんか紫結構だいぶ身につけることが増えましたね。紫の皆さんにも紫のペンライト。本当だ、紫にもなるの。ゆっかのペンライトで紫にしてくれた。ごめんなさい。すごい。適応力がすごい。みんななんか仕事ができる人たちみたいな。早い、いつの間に。早い。すごい。ありがとうございます。大好きな色なんです。綺麗、ありがとうございます。さあ、では続いて参りましょう。こちら最後の質問になります。こちらです。演じている時に爆笑してしまったシーンはありますか？ということですが。いっぱいあるんだろうけどね。ありすぎてこれって言ったものがなんだろうね。なんか私は一人のシーンだったんですけど、パフェを朝食べるシーンがあって、そこで結構みんなパフェのミントを取る人が多いらしいんですけど、私はもうなんかパフパフって全部食べちゃって、そしたらカメラマンさんになんかすごい馬みたいじゃなくて何ですか？そんなこと言う人いる？それでちょっと爆笑しました。なんか確かに気にしないで食べちゃったけど、こうやって食べるものがないのがどうなんだろうと思って、それ爆笑しましたね。でも使われてますか？ミントですか？思わず笑ってしまったシーン。爆笑。いやでもなんかさっき言ってたプールのシーンはなんか私ワクワクしてたシーンでもあったんですよ。だってプールとか学校のプールとかって全然大人になってから行かないじゃないですか。なんかちょっといけないことしてるみたいで、学校に潜入したりとか、そのプールになんか飛び込んじゃったりとかっていうところがやっぱ一番
怒られる手前の大爆笑しちゃった気がしてすごい印象に残ってます。プールの中でもすごいずっと笑ってた。そう面白い。そうなの、でも笑いすぎてお水が入ってきちゃってもうなんか苦しいみたいな水も飲み込んでしまって。水もちょっと飲み込んでしまって本当に咳き込んだりとかして、ね、ずっと抱っこしてたし、なんかそうでもなんかゆうかが本当になんかたくましい人みたいな溺れてる人溺れてる冬をこうやって抱えてなんかすごいかっこいい音楽流れそうなぐらいずっとこうやってちょっと浮いてた。面白かったです感動的なシーンですけど、そんな裏話だったんですね。ありがとうございます。今回本当にファンの皆さんからたくさんの質問をいただきまして、まだ詰まってしまってますけれども、本当にたくさんの質問皆さんありがとうございました。さあ、それではここから会場の皆様へのプレゼント企画とさせていただきます。こちらです。いつ冬ダブルプレゼント。今回はですね、事前に撮影したサイン入りのチェキをですね、抽選でプレゼントさせていただきたいんですけれども、まずはどんなチェキがあるのかご紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちらです。さっき撮ったやほやほやだ。ハートポーズの写真ですね。さあ、そして2つ目はこちらです。じゃん。これだね。つ。自撮りのやつね。ポーズ違い。ポーズ違いで写真いただきました。そして今回もう一つあるんですね。こちら、はい。いいじゃない。ダブルしてるやつだ。ダブル2人で作っていただいたこちらの3枚のチェキを皆さんの座席の半券で今回は抽選させていただきたいと思います。はい。お二人の前に抽選箱届きましたので、こちらから皆さんのお座席番号が書かれた半券入っていますので、お二人に1枚ずつ引いていただけたらと思います。全部で3枚引いていただけたらと思います。全部で3枚です。では中村さんから1枚まずは、はい、お願いします。誰になるかな。どこ皆さだろうな。ん自分のお手元の番号も確認ください。はい、決めた。何番でしょ一階席。う。1階席7列の4番さん。 74番さん。7列4番。 7列の4番さん。 7列の4番さん。今手挙げてくださってる。ありがとうございます。ちまちまいてくれてる。ありがとうございます。ゆかのファンの方さん。ちゃんと巻いてくれてる。方さん。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、では続いて鈴鹿さんお願いします。わあ、たくさんある。嬉しい。どなたに当たるかいっぱい混ぜて。なんか綺麗な会場ですよね。ね。すごい上の方までたくさんありがとうございます。1階16列17番です。1階18列。16列16列。どちらに。 17番です。いらっしゃいますか。手挙げてくださってますね。ありがとうございます。後ほどお控えください。持って帰っさあ、そしてください。てもう1枚。ゆりかちゃん。どちらか。いいですか。じゃあ中村さんお願いします。じゃあ2階席の方とかになったらいいと思う。どうだろう。なってすいません。1階の2列30番さん。近いんじゃない？ 2列30番、一番端。はい。目の前だ。ゆりかちゃんの花ない？嬉しい。ありおめでとうございます。ほやほやチェキです。ありがとうございます。当選された方、お帰りの際にですね、半券をお持ちになって会場出口のスタッフまでお声掛けください。忘れずにお引き取りお願いいたします。さあ、それではここでイベントの開催を記念しまして、会場の皆様と一緒に記念撮影をしたいと思います。イエイ。さあ、それではお二人はテーブルの前までご移動のほどお願いいたします。近い。わあ、ありがとう。頑張りきだ。嬉しい。ありがとう。すごい。
なんかもう撮影をするときに皆さんのお顔が映ってしまうことがあるかと思います。お顔が厳しい場合はフラッグなのでお顔を顔に隠して見せてください。おなすさんすごい。さあそれではカメラの準備できたようですのでお二人ともカメラの方にお願いいたします。映るかな、かぶっちゃうかも。かなあ、前の方がいいのか。みんなちゃんと顔見えてなかったら出してくださいね。アップや。さあそれではオフィシャルでも撮らせていただきます。はい。よいやじゃあ撮っていきます。はい、チーズ撮ってます。はい、チーズ OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではそろそろエンディングのお時間が迫ってまいったんですけれども、あっという間だ。ただここで一つサプライズがございます。この後はこんな企画をお届けします。こちらです。中村ゆうかさんスペシャルライブ。さあこの後はですね、中村さんにエンディングテーマのラブを生で披露していただきます。さあそれでは準備のほどよろしくお願いいたします。頑張またって。ねまたね。さあサプライズでのスペシャルライブとなりました。皆さんお持ちのペンライトであったりだとかうちわ、そしてチェイサーゲームのフラッグも皆さん入り口でもらいましたかね。こちらを振って盛大に応援をお願いいたします。さあもうエンディングが近づいています。まだまだ盛り上がれますよね皆さん。いやまだいけますね。はい、もう一回いきます。まだいけますよね。2階席の皆さんもいけますよね。1階席奥の方まで見えてます。いけますか。さあもう本当にこの熱量をしっかりと受け取って感じ取っていますので、ぜひ最後まで余すことなく楽しんでいただけたらと思います。2階席ね、もう本当に端の方も左側だったりだとか右側だったりだとか、そして奥の方まで本当にたくさんありがとうございます。もう熱量を感じてます。さあ少し時間を取っていますけれども、なんかたくさんうちわもありがとうございます。はい、楽しんでいただけてますか。皆さんからの質問も本当にたくさんいただいていまして、もう本当お時間があったら全部ご紹介したいところなんですけれども、時間があってお伝えできなかったことも多々あり、直前にツイッターだったりだとか、もういろんなところで楽しみにしているだったりだとか、コメント本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは皆さん盛り上がる準備できてますか。できてますか。それではお呼びしましょう。中村さんお願いします。皆さんもし歌えるところあったら一緒に歌ってもらっていいですか。ありがとうございます。世界一は世界一ホット、君は唯一無二のハートでまだかけてるホット、君と作る世界一甘い。ありがとう。ドキドキうるさいのも分かった。はい認めるこれは恋です。ハマるどころの騒ぎじゃなくて沼みたいに惹かれるオバーチュー、近づくほどに遠くなって思い出は綺麗でいたって、でもどうしたって結局好きだろ。世界一ロック世界一ホット、君は唯一無二のパ
も覚めても君よりイケてる人はいない世界一sweet世界一キュー私のものになってよバー荒かけてる君と作る世界一甘い好きなところいくつでも言える長い耳に残る声も少し高いそのセム優しい目も全部気持ちして like a fool 一日中またチューチューハグのなパーセンテージでもハッピーエンド世界一は世界一ホープ君は唯一無二のハニーバー心溶ける甘酸っぱい恋の味を like a strawberry 世界一sweet世界一キュー夢見てる君君ソーシュガーまだかけてる君と作る世界一甘い離れないで baby離さないで baby これが運命だってわかるでしょ世界が難しくても誰かが拒んでもこの愛を信じてる世界一は世界一ホープ君は唯一無二のパーフェクトどこにもいない寝ても覚めても君よりイケてる人はいない世界一ラブ宇宙一ラブ大げさだけど My first love 腹かけてる君と作る世界一甘い LOVE ありがとうございますすごいありがとうございます中村さんありがとうございましたありがとうございましたいやさあでは菅井さんもありがとうございます可愛かったいやいや、いつ冬のイベントで歌うことができるなんてちょっとドキドキしてたんですけどなんかやっぱここでのエンディングテーマだし冬がそのいつきに対して思う気持ちラブレターみたいな感じの歌詞にもなってるからやっとなんか伝えられたなって感じしましたそれを受けて菅井さんいかがですか？いやでも本当にパフォーマンスダンサーさんもね一緒になんかやられて初めて見てすごく見応えにびっくりして聞き入っちゃってましたしなんかハートみたいな可愛かっためっちゃ可愛かったしいやなんかすごく大好きなチェイサーにもW2のエンディングテーマで大好きな曲なので生で聴けてすごく嬉しくて受け取らせていただきました。ありがとう会場の皆さんも本当に大盛り上がりでちょっとエピソードを言うと歌詞の中に好きなところいくつでも言えるのところから長い指とか少し背の高いとかなんかそういう優しい声とか目とか持っているところは本当にいつきを思って書いててそうなんですだからもし今後聞くことがあればそれを思って聞いてもらえると嬉しいなって思いました。長い指素敵なお話ありがとうございます素敵な歌声も聞いてもう本当に酔いしれていたいところなんですけれどももうちょっとお時間が迫ってまいりましてエンディングとさせていただきたいと思います改めてになりましたけれどもこの2度目のファンイベントいかがでしたか？いや楽しかったね。なんかあっという間でした。ね、でも2人でイベントすること本当にいつ冬イベントでしかなんかできてないから結構貴重な時間だなって思うしこうやってこの2人の姿で皆さんとね、こうやってお会いすることができて本当に嬉しい宝物になった時間になりました。嬉しかったです。私も一昨年の冬に撮影をしてそこから毎年こんなゆりかちゃんと皆さんとこうして会える
会いただけるなんて思わなくて、こうしてご縁が続いていることも嬉しいし、今日皆さんがとっても温かくてたくさん声出してくださって、この一体感がまたこのシェイサーの素敵なところだなって実感して、いや本当に会えて嬉しかったです。寂しい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあそれでは本当に最後となりますが、改めてファンの皆様にメッセージをお願いします。まずは菅井さんからお願いいたします。はい。いや本当私このチェイサーゲームダブル2で、なんかいろんな困難があってもなんか希望を持つことを諦めない勇気とか力とか、みんなで大切な人と力を合わせて歩んでいくことの尊さとか素敵なところとかたくさん教えていただいて、なんか、ずっと大好きな作品なので、これからもぜひ皆さんとまた過ごせたら嬉しいですし、何か少しでも力になることが少しでもできていたら私は幸せだなと思います。いつもそばにいるので一緒に歩んでいきましょう。よろしくお願いします。それでは中村さんからもお願いいたします。人にすごい温かい言葉もね、ファンの皆様からこうやってすごい実感湧くぐらい感じ取ってて、なんか末永くっていうタオルが見えたんですけど結構今チェイサーゲームダブルからダブル2、そしてねまた何かわからないけれども形としてわからないけれどでもなんか結構撮影始まってから終わってもまた始まって終わって本当に長くなんかこうやって固く絆が結ばれてるっていうのって本当ファンの皆様が応援してくれたり背中を押してくれたりっていうこともすごい大きいですし、なんか私たちもその力にすごく支えられてやっぱ作品が作れたりとかこうやって皆さんに届けることが可能になったりとか、本当に全てのことにおいて本当感謝でいっぱいです。そうですね、これから皆さんでもう少しチェイサーゲームダブルとかダブル2のね思いをこうやって浸りながら一緒に歩んでいけたら嬉しいなっていうふうに思います。今日は最後あっという間でしたけれども楽しめましたか？よかったです。もうそれが何より嬉しいです。またどこかでお会いできますように、はい、願っております。ありがとうございます。ということでドラマ「チェイサーゲームダブル2美しき天女たちいつ冬ファンイベント2」をお届けしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして改めて菅井優香さん、そして中村ゆりかさん、ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして本日は最後までご覧いただきましてありがとうございます。引き続きどうぞ愛していただけたらと思います。それでは本日司会進行を務めましたテレビ東京アナウンサーの藤井優衣でした。本日は最後までありがとうございました。
皆さんイベント無事終わりました。ありがとうございます。配信で楽しんでくださった皆さんありがとうございました。楽しんでいただけましたか？今回海外でも見てくださってるんだって、たくさんだって嬉しい。ありがとうございます。ゆりかちゃんやってみてどうだった？久しぶりだったけどね。そうですね、1年ぶりって聞いたんですけど、なんか結構鮮明に記憶を覚えてます。初めていつ冬のイベントをした時、その時も皆さんすごいなんか来たーっていう感じで喜んでくれてた姿がすごく可愛くてすごくね、なんか逆にこっちがなんか緊張しちゃったっていうか、なんかそうどうでしたか？いやでも今回なんかね、月ちゃんもね、山かなちゃんも出てくれて、なんか3人でなんかまた並んでる椅子に並んでる感じがすごく久しぶりで懐かしくて、この背の高さとこの3人の感じすごいドラマを思い出すなってすごく久しぶりで嬉しかった。嬉しかった。やり残したことある？なんかやり残したことは？いやでもなんか結構楽しめる企画もそうだけど、ライブもね、ゆりかちゃんの生歌も弾けたし、初めて聞いたよね。そうだよね。嬉しかった。いやいやいや、これ以上ないぐらい満喫してもらったかも。第1部まだあるからね、第2部ね楽しみ。頑張ろう次も。はい。いや皆さんありがとうございました。それではまたお会いできる日まで。またね。バイバイ。恥ずかしいはけ方。カニみたいなはけ方。